見えましたので、お願いいたします。はい、ありがとうございます。ではですね、私の方からですね、ファイヤーダンサーについてですね、簡単に説明させていただきたいなっていうふうに思ってます。10分ぐらいなのかなと思うんですけども、ちょっとなるべく丁寧にやっていきたいなっていうふうに思います。はい、でですね、まずファイヤーダンサーの前になんですけども、そもそもですね、バリデータのですね、ソフトについてですね、見ていきたいなっていうふうに思ってます。ごめんなさい。今に、もしかしたらディスコードが見えてる状態ですね。はいはい、失礼しました。では、ちょっと一旦画面して、もう一回ちょっと属して、シェアエンタイアスクリーン、見えてますかね。はい、見えました。大丈夫です。よかったです。ありがとうございます。スライドショーですね。もので、今ですね、バリデータのソフトは動いてるんだよっていうのがですね、現在の空の状況になっております。でですね、ここでですね、一つしかないということになりますので、これにですね、プラスアルファでですね、別のソフトも作ろうよっていうのがですね、ファイヤーダンサーというものになります。で、こちらに書かれている通りですね、第2のクライアントというところでですね、あと言語も別のものをですね、使うというところで、先ほどのアガベがですね、ラストだったんですけども、Fire はですね、C++ で作る、というところになります。ここやっぱり大事なところでして、例えばですね、ラストで、仮になんですけども、なんか重大なですね、不具合ですとか、そういったところが見つかったときにですね、全滅してしまうのか、そうではなくてですね、Fire は別の言語ですので、Fire は別の言語があることによってですね、何かあったときにはですね、もう一方の方では動くっていうですね、そういった状況を作ることができます。だからこそですね、こちら言語複数っていうのはすごく大事なところになります。で、ただですね、ここ結構難しいよっていうのは、Fire を作ってる人も言っておりまして、こんな感じでですね、バリデータをですね、1から2に作るっていうことはすごく大変なんだっていうのを言ってました。すでにですね、複数あるところ、例えば2とか3あるところで、3から4、4から5みたいに増やすことは、そんなに難しくないんだけども、1から2に増やすっていうところはすごく大変なんだよっていうことをですね、話しております。はい。でですね、こちらがですね、今回のこのファイアダンサーのポイントとしてなんですけども、先ほどの繰り返しにもなっちゃうんですけども、まず一つ目ですね、やっぱり単一クライアントでなくなるというところでですね、このラスト以外にもできるというのはやはりすごく望ましいことになっております。またですね、こちらですね、パフォーマンスの向上というのをですね、今回大きくファイアダンサーっていうのは目指しておりまして、先ほどですね、話題にもあったんですけども、今のですね、ソラナのですね、TPS の理論値が、6万5000のところをですね、このファイアダンサーというのを使ってですね、100万 TPS 以上を目指そうというのがですね、大きなポイントになってきます。100万 TPS って結構すごいですよね。1秒間のトランザクション100万になりますので、で、やっぱり高速の、例えばビザさんとかでも、今のソラナと同じ6万5000というところになりますので、この100万っていうのはですね、かなり早いんじゃないかなっていうふうに思っております。でですね、じゃあそんなのが可能なのっていうところなんですけども、去年ですかね、去年のですね、ブレイクポイントというですね、イベントでですね、実際特定の条件のもとでですね、100万 TPS が、実行できたんだっていうところがですね、伝えられております。でですね、こちらがですね、その時のですね、様子になってくるんですけども、ここ結構ですね、面白いところなので見ていきたいなっていうふうに思います。今までですね、ファイヤーダンサーというものの話をさせていただいたんですけども、今実際にですね、メインネットでですね、実は動いているものがありましてですね、それがですね、フランケンダンサーというのがですね、実際に動いています。こうですね、動いてるんですよ。もうすでにですね、動いているというところがあります。フランケンダンサーというのが動いています。で、こちらがですね、その2024年、去年のですね、ブレイクポイントの時にですね、こちら実は動いてるんだっていうのがですね、発表されたというものになります。で、後でちょっと見ていきたいんですけども、こちらのですね、こちら実際動いているですね、バージョン、ソフトウェアバージョンなんですけども、これ発表されたのがですね、0.112.20020007っていうところになります。で、これ着目したいのがですね、こちらですね、0というところですね。この0っていうのがですね、ここフランケンダンサーを指してるんだっていうふうに言っています。で、そしてですね、次のここですよね。次の2番目がですね、Fire Dancer Networking バージョン。でですね、最後のこちらですかね。こちらがですね、アガベランタイムコンセンサスバージョンというところがあります。あれ、これどういうことなんだろうって思ったんですけども、これ Fire Dancer っぽいですね。Fire Dancer のネットワーキングのバージョン。で、こっちがですね、アガベですね。アガベっていうのは先ほど出てきたやつですね。このアガベですね。アガベの、こちらですね、ランタイムとコンセンサスのバージョンっていうふうに書かれております。で、ちなみにですね、先進む前にですね、せっかくなんでですね、ここ見ていきたいと思います。こちらがですね、ソルスキャンになってるんですけども、ソルスキャンの中のですね、バリデータですかね、バリデータのところのですね、ノードバージョンズっていうところを見るとですね、実際どんなバージョンで動いているのかっていうのを確認することができまして、で、ここにある通りですね、0点っていうのがあるようにです。0点っていうのがですね、先ほどのフランケンダンサーのバージョンだった、ということがありますので、パーセントとしては本当にわずかなんですけども、ちゃんと動いてそうだなっていうことを確認することができます。ちょっと戻りまして、
ここですね。ここフランケンダンサーって言ってて、ここはファイヤーダンサー、こっちがアガベっていうふうに書いてあります。でですね、見てみますとですね、実はですね、こちらですね、やっていくときに3つのステップでですね、このファイヤーダンサーを作っていくんだっていうふうに言っています。一番最初に作るのがですね、こちらですかね。ネットワークと高性能の計算基盤、基盤ですね、のところをまず作って、で、それができたらですね、実行環境ですね、ランタイムを作る。実行、実際のトランザクションの処理ですね、を作りまして、で、それができたら最後にコンセンサスを作るっていうですね、こういったですね、流れになっております。で、実はですね、今できているのがですね、ここの部分になります。ネットワークのところがもうすでにファイヤーダンサーができています。で、フランケンダンサーはですね、この部分はですね、まだファイヤーダンサーになってなくて、この部分はですね、アガベを使っているというものになります。だからこそですね、先ほどあったようにですね、ここのネットワーキング層はですね、もうファイヤーダンサーになっていて、こちらですかね、ランタイム実行層ですかね、と、コンセンサス層、こちらがまだアガベのものなんだよっていうところがですね、ここに書かれているものになります。ね。こちらがですね、現状というところになります。フランケンダンサーっていう名前もですね、フランケンシュタインですので、継ぎはぎというところでですね、こんな感じでですね、一方はファイヤーダンサーで、一方はですね、アガベっていうふうにですね、こんな感じで継ぎはぎっぽく作られているから、フランケンダンサーというふうにですね、命名されたそうです。で、さらにですね、ファイヤーダンサーのですね、もうちょっと仕組みのところを見ていきたいんですけども、ファイヤーダンサーはですね、要求されるスペックはですね、かなり高いものになります。で、最低限でですね、24コアが必要でして、またですね、クロックタイムとしてはですね、2.5GHz 以上が必要になってきます。で、これは最低限のものでして、こちら推奨としてはですね、32コアのですね、3GHz というところになっています。で、この辺がなんで必要なのかっていうところを見ていきたいと思います。実はですね、このコアの数もですね、こちらのですね、ギガヘルツの数、値もですね、すごく大事な指標になってきます。で、ここはですね、仕組みを見てみるとですね、なるほどっていうイメージが湧くんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、実はですね、ファイヤーダンサーはですね、どういうふうにしてこの高速処理をするのかというとですね、こちらですね、実は処理をですね、11個のですね、タイルというものにですね、分割をしております。全部の処理をですね、全体として見るんじゃなくて、ちゃんと一つ一つ見る、ということをやっています。これが11個ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ですね。で、こんな感じでタイルで分けているので、こんな感じですね。タイルアーキテクチャっていうふうに言われています。ね。で、ちょっとちっちゃくて見にくいんですけども、ここネットって書かれてますので、外からのですね、トランザクションがやってくるところがネットになっていまして、このクイックですね。クイックですので、なんでしょう。クライアントを確立して、もらったものの、複合を行うことがクイック。そして、ベリファイって書いてありますね。来たトランザクションを検証して、で、DDAP って書いてありますね。DDAP ですので、重複があったら、取り除くって感じですね。取り除いて、パックですので、トランザクションをブロックに詰めて、バンク、ちっちゃくて見えないんですけど、バンクはですね、ここで処理を実行するのがここですかね。処理を実行していって、ここ POH ですね。プルーフオブヒストリーですね。プルーフオブヒストリーですので、ずっとハッシュを回してるんですけども、ハッシュを回しているときに、できた実行したものを追加して、プルーフオブヒストリーに、加えているっていうのがこちらの POH。そしてシュレッドですね。シュレッドはそのままブロックではなくて、一つ一つの小さいシュレッドっていうのに分けて、渡していくので、ここ分ける作業がシュレッド。で、最後にこちらですね、ストアで、データの保存を行っております。で、それとは別の軸でですね、サイン、署名を行ったりですとか、メトリック、監視っていうのをですね、行っています。こんな感じでですね、タイルをですね、11個に分けています。で、なんでこれが必要なのかっていうところを見ていくんですけども、まずですね、こちらですかね、俺でなきゃ見流しちゃうねって書かせていただいたんですけども、ここですね、こ囲ませていただいた1、2、3、4、5。ここ囲ませていただいたんですけども、これ、なんか他と違ったりしますタイル。ちょっと実は違うんですけど、見た目。皆さんお気づきです？俺でなきゃ見逃しちゃうねっていうところ書いたんですけども、私これちょっと最初気づかなかったんですけども、こちらですね、タイルの形を見るとですね、ここなんか重複してますよね、こんな感じで。これも重複してますね。これもですね、これもしてます。これも重複してますね。一方、例えばこの辺のタイルって1個ですよね。これ何かというとですね、どこで並列処理ができるのかというところをやっています。なのでですね、ここ例えばネットであったり、クイック、検証のベリファイだとか、これなんですっけ、バンクですね。バンクなんで処理ですね。処理ですとか、シュレッドっていうですね、こういった処理はですね、並列処理ができるっていうものになります。一方ですね、これ以外のところは並列処理ができません。で、ここが結構大事でして、このですね、一つ一つのタイルがですね、どれぐらいのですね、TPS を出せるのかっていうのを一つ一つですね、出していくんですね。
例えば、この処理は100万 TPS が出せる。この処理は20万から40万 TPS が出せる。というふうにですね、一つ一つですね、どこが速くてどこが遅いのかっていうのを確定していきます。で、確定した上でですね、例えばですね、ここに書かれている数字はですね、デフォルトの数なんですけども、例えばベリファイはですね、4つの並列処理を行うんですけども、これなんでかっていうとですね、ベリファイ1つだけだとですね、処理、やっぱベリファイ検証するので時間がかかるんですね。時間がかかるからこそですね、こちらをですね、並列、ここの部分を並列して処理するんだよっていうのがですね、こちらになっております。で、ちなみにさっきちょっとですね、伝えそびれちゃったんですけども、コアがあるじゃないですか。このですね、タイルシステムはですね、このタイルにですね、対して、一つのコアが、定められているっていう感じになってます。ここ結構大事でして、一つのコアでですね、いろんな処理をしてしまうとですね、あっち行ったりこっち行ったりっていうところで、何でしょう、そこのやり取りの時間がかかってしまうので、そうじゃなくって、これはこの処理に専念みたいなのがですね、このタイルアーキテクチャというものになります。なんで、ベリファイの処理でしたら、もうベリファイ専用のコアがいて、バンクでしたら、バンク専用のコアがいてっていうですね、そういった仕組みになってきます。ただですね、ここで困っちゃうのがですね、直列の方ですよね。直列の方。直列の方っていうのはですね、こうやってコアを増やしても、意味ないと言いますか、そもできないんですよね。この、並列ができない直列のものは1個のコアで対応するしかないです。ということは何が必要なのかというと、もしそこの部分がもう遅かったら、そこもうボトルネックになっちゃうじゃないですか。で、だからこそ、こちらですね、そもそものパソコンのですね、スペック上げてよというところで、3ギガヘルツ以上を推奨しているというところで、もちろん、もしですね、こちらですね、パソコンのスペックがですね、弱かったらですね、例えばここでですね、すごい時間かかっちゃうよっていうところがあるとですね、全体的に遅くなってしまうので、パソコンのスペックを上げるっていうのがですね、Fire Dancer においては結構大事なところになってきます。ですね。そんな感じですかね。あとですね、こちらもですね、じゃあ、Fire Dancer が実現できたら、すぐ100万 TPS いくのかというとですね、実はそうじゃないよっていうところもあるのでですね、こちらが注意は必要かなっていうふうに思ってます。もちろん私は、最終的には行くんだろうなっていうふうに思ってるんですけども、どうしても100万いく、100万いくっていうところがですね、先行してしまうとですね、実際できた後にですね、あれ行かないじゃんってなった時にですね、あれってなっちゃうと思いますので、そこもですね、事前に知っといた方がいいのかなっていうふうに思います。でですね、100万、Fire Dancer として、100万 TPS いったとしてもですね、2つの壁があるよっていうふうに言われておりまして、まずこちらですかね。まず最初の壁が8.1万 TPS のところです。これ何かというとですね、コンピュートユニットですね。ブロックに入れられるコンピュートユニットなんですけども、こちらがですね、2000万までになっております。で、一つのトランザクションがですね、最低大体250コンピュートユニットになっておりますので、ここの制限に引っかかってしまって、8.1万 TPS っていうのがですね、最初の壁になってきます。またですね、こちらの壁を超えたとしてもですね、次にあるのが43万 TPS っていう壁があります。これ何だったかというとですね、ブロックをですね、ブロックを渡すときに、このシュレッドっていうのに分割して、で、このシュレッドの中にトランザクションを入れていくんですけども、このシュレッドの中に入るトランザクションの限界が、ここですね、43万 TPS っていうふうに言われております。なのでですね、この2つの壁が存在するんだよっていうのもですね、知っていただけたらと思います。ただですね、こちらはですね、いろいろ Fire Dancer について読んでいくとですね、この辺っていうのはですね、あくまでもプロトコルの問題だよ、決めの問題だよっていうふうに言われています。なので、例えばですね、こちらですね、コンピュートユニットがですね、2000万ブロックっていうのをですね、じゃあ4000万ブロックにする、3000万ブロックにするっていうのはですね、決めの問題、プロトコル側の問題になりますので、また技術とは切り離して考えなくちゃいけないよねっていうところがですね、書かれているところになります。ですね。はい。といったところでですね、ちなみにシュレッドこんなやつですね。シュレッドこんなやつですね。はい。といったところでですね、いろいろとですね、お話をさせていただきました。こんな感じでですね、仕組みが分かればですね、なんとなくイメージもつきやすいんじゃないかなっていうふうに思っております。では、説明以上となります。ありがとうございました。